銀河鉄道の夜、宮沢賢治の哲学とは。今日は何を読んでいるんだ、ドクター・ケイ。はい、これは宮沢賢治の銀河鉄道の夜です。機械の体、もらいに行くやつ。いや、それは銀河鉄道999だから。ドクター・ケイは星が好きだもんな。ええ、好きですが、これは特に星の話ってわけではありません。じゃあ、どんな話なんだ？では、端折りつつ簡単に説明しましょう。銀河鉄道の夜は、実は未完の作品であり、出版されたのは、宮沢賢治の死後でした。賢治は何度も推敲を重ね、生涯をかけてその作品を書き続けました。現在一般的に流通しているのは、親族や研究者の協力で完成した最終形と呼ばれているものです。漁師で音信不通の父親のもとで急流にからがわれ、少年ジョバンニは病気の母と友達のことで胸を痛めていました。町ではケンタウルス祭が開かれていましたが、ジョバンニは一人天気林の丘で天の川を見上げていました。するとどこからともなく、銀河ステーション、銀河ステーションという声が聞こえてきます。そんな時突然まばゆい光に目をこすると、気がつけば銀河鉄道に親友カムパネルラと一緒に乗り込んでいました。なんか俺たちだけやっぱ39に乗ってない。帽子が車掌さんと鉄郎っぽいぞ。列車は幻想的な銀河を走り、二人は不思議な鳥取や氷山にぶつかって船が沈んだという兄弟などと出会います。その中で語られるサソリの日の物語。自分の命を捧げて他の命を助けるという話をジョバンニは深く心に刻みます。俺も炎なら負けない。毒でもサソリに勝つ。そこは張り合うとこじゃないから。やがて汽車は乗客たちの目的地、誕生のあるサザンクロス駅に到着。再び二人きりになると、ジョバンニは決意します。僕はあのサソリのように、本当にみんなの幸いのためならば、僕の体なんか100品焼いても構わない。僕だってそうだ。カンパネルラの目には綺麗な涙が浮かんでいました。けれども本当の幸いは一体何だろう。ジョバンニが言いました。きっと本当の幸いを探しにどこまでも一緒に行こうと約束したつかの間、カンパネルラは消えてしまいます。あれ？ドクター K、ちょっと置いてかないでよ。ジョバンニは窓の外へ乗り出して力いっぱい叫び、泣きました。周りが真っ暗になったように感じました。ジョバンニが目を覚ますとそこは元の丘の上。やがてカムパネルラが溺れた友人ザウリを助けようとして行方不明になっていたことを知ります。カンパネルラはもう銀河の外れにしかいないとジョバンニは思ったのでした。そこで突然知らされる父の帰還の知らせ。複雑な思いを抱きながら家路を急ぐところで物語は幕を下ろします。と、まあこんな感じで。あれ？何その帽子？
雰囲気出るかなって。だから哲郎じゃないんだって。この物語では、宮沢賢治の哲学である本当の幸いとは何かについて僕たちに深く考えさせます。物語の中でいつの間にかどこまでも行けるという最高の切符を持っているジョバンニこそが本当の幸いを探し続ける追求者として描かれているのではないでしょうか。カンパネルラや他の乗客は彼らの天井で下車してしまう。ジョバンニが言う、そんなんでなしに本当のたった一人の神様、健常よりももっといいとことは。宮沢賢治の真理を求める銀河鉄道の旅はまだ未完なのです。どうです？あなたもドクタケさんたちと一緒に本当の真理を求め銀河鉄道の旅にご一緒しませんか？ドクタケさんは銀河の彼方で見失わないようにチャンネル登録お願いします。